今から陽動さんにちょっとまた新製品の方が他にも今組み込まれていると思うんで、はい、そちらの方をちょっと紹介していただきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、いいでしょうか。はい、はい、まずはどれからいきましょう。はい、ダンパーからいく？そうですね。じゃあダンパーからいきましょうか。はい、これですね。はい、ハイグレードショックのスペック3、スペック3、はい、今までのスペック2からスペック3になりました。はい、で一番違うのは、まあ見た目ね、パッと見て分かると思うんですけど、このスプリングエンドだったりとか、はい、あとアッパーのブラケットですね、はい、この辺に今までなかったその切削、はい、後切削を施して、まあ、よりアグレッシブなデザインにしたというか、中身見えちゃってますからね。中身が見えちゃってますからね。あ、本当だ、これそうなんですよ。中のブラケット、カートリッジが見えちゃってるんですね。はいはいはい。そうかそうかそうか。別体だもんね。そうなんですよね。オーバードーズさんは。あんまりね、他のダンパーではない見え方かなと思うので。これは手間かかってるな。そうですね。ねえ。はい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 。まあもうこれはもう軽量化の意味も多少ありますけど、まあ本当は見た目ですね。なるほどね。スペック3がついてるぞっていうのが分かるように。まあ所有感ですよね。そうですね。であとは、中身なんですけど、はい、中身でいうと今回スペック3はスペック2に比べて、シャフトとピストンが変わってます。はい、で寸法的なものは例えばピストンのクリアランスとか、はい、シリンダーに対するクリアランスとか、穴の大きさ、穴の数、はい、その辺はあまり珍しいことはしてないんですけど、要は K はまあ前と一緒ですね。そうですね。で今回はその厚さですね。ピストンの厚み、厚さを変えてます。でそこを今までの厚さから、薄くして、今までに比べるとスプリングを、柔らかいスプリングを使うようになってきてるんですね。はい、でスプリングが柔らかくなると今度ショックも柔らかくしないと、そうですね、ショックが勝ってる状態になっちゃう。でオイル自体はもう一番柔らかいのっていうのが限界があるので、はい、で皆さんそこでいろんなことをやってると思うんですけど、一番多かったのが穴を広げるっていうのがやってますよね。で僕というかうちの推奨でいくと、はい、コンマ6とかコンマ7とか、はい、そのぐらいの穴系をうちのオイルを使う場合はおすすめしてるんですけど、はい、やっぱりそれをこうコンマ8コンマ9、はい、中には1ミリより大きいのとか、はい、開けてる方が多くて、で単純にそうすると食自体は柔らかくなるんですけど、はい、そのバネも柔らかいので、はい、例えば大きい入力があった時に腰砕けてしまったりとか、はい、そういう問題もあったんですね。ただそういう方が初期のダンパーの動きっていうのはやっぱりなんだろう、よくなるというか動きやすくなるので、ショックを柔らかくしていった、はいはい、初期のその路面をつかみ方っていうのかな、はい、それはつかみやすくなってくるんで、はい、そういうふうにしたくなるのは分かるんですけど、はい、それで皆さんそうしてたと思うんですけど、それだと今度スピードレンジが上がった時に、こう腰砕けてしまったりとか、ぐにゃぐにゃになっちゃいますね。グリップが抜けたりとか、ただこう車が揺れてるだけとか、はいはい、そういうふうになってしまうので、そこを初期のグリップ、はい、初期のロールはしやすく、はい、だけど大きい入力があった時にはちゃんと止まるようにっていうところを両立するために、穴数とか穴系ではなく、厚さを調整したっていう感じですね。なるほどね。具体的には厚さを薄くして、はい、で穴数とか穴系は、今僕がこれ使ってるのコンマ6の6欠なんですけど、それは今までもハイグレードとしてオプションであったんですね。だけど穴系穴数は変わらずに今度薄くしてあるので、動き始めが少し動きやすいというか、そう軽くなった分ってことですよね。そうですね。ただそのショックが速く動いた時は、その穴系が今度効いてくるので、そうすると今度ちゃんと止まってくれるっていう、ちゃんと減水が出てくれる。なるほど。っていう感じです。なので今僕これテストで今日テストさせてもらって、さっきの紹介してもらった、そのグリップが高いタイヤ履いてますけど、足回りとか車のセッティングを変えずに、こう走っても全然腰砕けたりとか足回りが負けることはないので、そこはすごくね分かりやすい車になってますね。なるほど、分かりました。
じゃああとはもう一つ気になったのが、このファイヤーパターンっていうんですか、フレアパターン。フレアですね。フレアですね。シャーシですね。シャーシ、これはガルム用ですよね。そうですね、ガルム用ですね。これがね、年末12月に入ってからの発売になるんですけど、このアッパーと、このよいしょ、このメインシャーシのセットになります。おお、これガルムって入ってますね、ロゴはね。あ、本当ですね。こういうのを発売します。これまたガルムファンにとってはたまらない一品な感じがしますね。そうですね。これいいと思いますよ。うちがね、こういうシャーシを最初にね、一番最初にやっていっぱい出してましたよね。そうですね。最初やった時はね、なんじゃこりゃって感じだったと思うんですけど、いや、見た目がかっこいいんで、結構食いついた人多いと思うんですよね。こういうデザインをね、写真に取り入れるっていうのは今までなかったの、その当時ね、なかったんで、すごくこう斬新だったと思うんですけど、やっぱりかっこいいって言ってくれるお客さん多かったので。そうですね、やっぱり所有感っていうのは結構ドリフトでは大切なのかなっていうふうにすごい思うんですよね。で、前ドリパケかな、一番最後にやったのがバケラのブラックエディションとか、あとはドリパケ用で板を出したんですけど、その時以来なんですよね。じゃあもう結構時間は経ってるんですよね。でやっぱり今うちのオーバードーズ使ってくれるお客さんもだいぶ新しいお客さん入ってきて、うちが昔こういうのをやってたっていうの知らない人も結構多いんですよ。そうなんだ。なので、うちのね、得意分野というか、そのデザインをね盛り込んで、他にはできないデザインというか製品だと思うので、昔を知ってる人からするとね、また出てきたんだ、このパターン久しぶりだなっていう感じだと思うんですけどね。でこれは材料としてはメインが 2.4 ミリ。2.4、ちょっと薄め。そうですね。でもノーマルと同じなので。そうですか。でアッパーが2ミリなんですよ。で材料としてはもう普通の平織りのカーボンなので一緒なんですけど、表面をマットな艶消しの板材を使っているので、ノーマルよりもちょっとこう締まった感じというか、になってると思います。でアッパーはこうやってね肉抜いてるんですけど、ロアメインの方は肉抜いてないんですよね。半抜き状態になってるので、なのでこれで若干シャーシが硬い方向にいってるのかなとは思うんですけど、これで硬くなる？そうですね、抜けてない分だけそういうのね、硬くなる。前はそう抜けてました。ノーマルはね抜けてるので、なので板厚一緒で、サイズ的にもほぼ一緒なので、なので抜けてない分だけ少し硬いかなっていう感じです。これはね、ぶっちゃけどっちでもよかったんですけど、抜けてない方がデザインしやすいんですね。デザインの自由度がある。そっかそっかそっか。抜けてるとやっぱりそのシャーシのロールだったりとか、例えばネジの穴をね一つ避けてみるのだけでもだいぶその避ける量っていうのが少し取らないといけないんですけど、抜けてなければその辺割とデザイン優先でいけるので、強度的なものですよね。そうですね。その辺あまり気にしなくていいので、それで今回は抜いてないですね。なるほどなるほど、わかりました。はい、こんなとこですかね。そうですね。あとね、細かいですけど、このワイヤークランプ、これもワイヤークランプは11月、これまだ発売されてない？これまだなんですよ。この間ね予約期限は来たとこなんですけど、結構たくさん予約いただいて、ちょっと工場もパンパンな感じなんですけど、これも機能部品というかドレスアップパーツになりますけど、そうですね。ワイヤーを束ねるこの部品っていうですね。今までよりもねこの幅を狭くしたんで、なんだろう、こうコードが曲がってても、曲がってるところ途中に使っても使いやすいかなっていうのがありますね。さすがいろいろ考えてますね。ちょっとね前回のやつがちょっとそういう使いにくさがあったんで、ちょっと狭くしてみた。ただ狭くするとこのデザインの自由度がなくなっちゃったりするんで、でこういうちょっと出っ張ってるようなね感じにはしたんですけど、ファンは買うでしょみたいな。そうですね。であとワイヤークランプとしてはねいい値段しますけど、ただうちの商品の中では割と比較的
手が出しやすい価格帯でもあるので、オーバードーズさんはやっぱりこだわりの商品っていう風なんで、どちらかというと、半工芸品みたいな、そうですね、なんですよね。そういう部分もね、ありますよね。やっぱりハイブランドっていうことなんで、やっぱりこだわり抜いてもらわないと、そうっていうところですよね。ですね。そんなところかな。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。お願いします。